はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2025年上半期のテーマについて見てみたいと思います。2025年の1月から6月までを順番に見ていくというわけではなく、半年間の中での大まかなテーマ、仕事だったりとかお金だったりとか健康だったり恋愛だったり人間関係だったりっていうのを、事細かに全体的にこういうテーマがあるね、こういうことを通して気づきが起こるかなっていう、どういう進化があるかなっていうのを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ちょっといつもとは違うスプレッドになりますので、しばし無言にならせてください。はい。はい、2025年前半のテーマはソードエースの逆ですね。とっても強いですよ。やはり星で見てもね、そうなんです。2025年の、今回いつも星の動画を年始に出させていただいたんですけど、今回はタロットになりますので、もし星の動きを細かく知りたい方はぜひカペラノート PDF 版というものがありますので、大志田さん専用に作っているのがありますので、そちらをご購入いただければと思います。で、少し星の話もさせていただきますが、やはり2025年の前半というのはお牛さんの皆さんにとっては一番そのお金っていうものがね、現実的なお金っていうものが非常にクローズアップするんですね。でこれはその多く稼ぐとか、どれだけ稼げるかとか、どれだけ貯金ができるかっていうふうに焦点が当たる方もいらっしゃるかと思うんですが、一番大事なのは自分の価値っていうものを自分でちゃんと思い出してねとか、ちゃんと自分で自分の価値を認めてあげてねっていうのが一番大きなテーマなんですね。でその自分の価値っていうものを自分で認めていればいるほど、現実はもう素早く望むように現実化されていくっていうのがあります。そしてやはりこのオラクルキーカードね、もうテーマとして言われているのがこのソードのエースの逆っていうことは、もう完全にこれはチャレンジですねっていう感じなんです。切り込んでいくんですね、やるんですねと。ただ私から見ると逆位置なので、トントントンってこうスムーズにいくというよりは、自分の中でどうしようかなって言いながらも、ためらいながらも行くみたいな感じの行くっていうことのチャレンジなんだと思うんですね。だからとても背中を押されていると思います。もし自分が嫌だちょっと待ってって思っても、後ろから押されていくみたいな感じもあると思います。そうですね、まずご自身のところがね、ペンタクスの4と逆になっているので、これはやはり自分の中でこだわりを捨てるっていう感じなんですね。これまではこういうふうにしたかったんだ、これが私の理想なんですとかいう何かしらのこだわりがあったとしたら、それを捨てるっていう感じです。例えばこれは全てにおいてです。自分はこういう生活をしたかったんだみたいな、自分の生活のレベルだったり、例えば結婚生活してもこういう結婚生活をしたかったんだとか、パートナーシップってこういうもんでしょとか、なんかそういう思い込みっていうものが来年の前半を通して外れるんだなって感じです。とても自由になる感じですよ、これは。そして何かその自分のこだわりを捨てることによって、ものすごい豊かさが人を通して入ってくるっていうのがあるんですね。だからこの前半に関わる人っていうのはとっても豊かな人だと思います。大志田さんにとって有益な人、そしてもともと有益な人というか、その人自身が幸せな人が何かしら大志田さんに入って関わってくるっていうこともあるかもしれないし、大志田さん自身がその人と関わることによって自分の人間関係や人とのコミュニケーションやそういうのが楽しいなみたいになるかもしれません。なんかでも人との出会いや契約に関してはとてもいいですよ。豊かです。豊か、芳醇なエネルギーね。そして経済的なことをとても現実世界においてクローズアップはしていますが、クローズアップするっていうことはある意味運があるっていうことなんですよね。そこにエネルギーが集中するから。ですので何か例えばどうしよう、これまでのようなお給料がないみたいな、そういうことになることによって
いやじゃあなんとかしなくっちゃって言ってなんとか対策を打ったらそっちの方が断然良かったねみたいな、これで良かったね、結果オーライだねっていうことになりやすいってことなんですね。ここでワンドの2の逆が出ているので、どうしようかな、こっちの道にしようかな、あっちの道にしようかなっていうのをちょっと迷っていますが、迷ったところでどちらにしても結果オーライなんですね。それはまず今これ前半の流れで見ていますが、最初に言ったようにまず自分の価値っていうのを絶対に信じてほしい。でその上でやっていくことによって、この春ぐらいから何か一つ抜けていくんですね。ここでも手放していくっていうふうに出てるんですけど、星で見てもやはりこれまでこだわっていたものとか恐れとかそういったものがこう現実世界から消えていくというか抜けていくみたいな感じのあるので、ある意味楽になる方が多いと思うんですよね、お牛の皆さんって。でその楽になった時にまた5月のね後半ぐらいからまた変わってきますが、でもどうしようこれでいいのかなって言った時の助け舟っていうのが、来年の7月以降から入ってくるわけです。ここで一気にまた収入がアップしたりとか勢いがついたりとかっていうのがあるので、今の時点ではそんなに動いてないと思ってらっしゃるかもしれませんが、何か自分の中の意識改革っていうものが起こり、経済に関しても自分でちゃんと手にすることができるんだよっていうふうに言われてます。であれやこれやこの手かなあの手かなってことで迷ってますけどね、今は迷ってるけど、結果オーライなんですよ。でここでもやはりその自分にとっての得意技とか専門技術とか専門知識っていうものを使ってもっと仕事をしていこうとか、もっと新しい世界に入っていこうと思ってるんですけど、それに対しても実は自分の知識ってまだまだ不十分なんじゃないかなとか、もっとこうした方がいいんじゃないかなっていうことで、自分自身の力に目を塞ぎながらあれこれ考えているって感じで、いやいやまず自分ってこんなに素晴らしい能力があるじゃないとか、こんなにできるじゃないって思うことによって道は開かれるので、手腕とか手法とかノウハウに頼らなくてもいいよって感じはしましたね。そして何よりですね、僕光ってるのが社会運なんですよね。どうですか？社会運めちゃくちゃいいんですよ。でなおかつこれはもう天職って言われるような感じなんですね。で天職って何かって言ったら、その人の天から命じられた職みたいな、自分の能力っていうものがそのまま発揮することによって社会貢献になったりとか、すごくうまくいくよっていうことで、まさに自分の好きなことを仕事にしたりとか、その仕事の中で自分の能力を発揮していけるよっていうのがあるわけです。で2025年の前半っていうのは特にもうそれがものすごく応援されてるわけですよね。いつになったら大下さん自分の力信じるんですかみたいな感じでプッシュされてるわけですよね。なのでその中でもちろんその年齢のことがあるとか、も自分の立場があるとかそういうのはありますが、でもどの状況であったとしても今言われてることっていうのは、自分でもう少し自分をなんか切り開いていってくださいっていうのもあるし、そうなるような状況になりますよねみたいな感じ。そして仕事ではめちゃくちゃ応援されてますから、何か自分が外に行こうとか足をかけてみようとかチャレンジしてみようってなるととてもいいです。それが特に人を通してくる感じがするので、たまたまなんか面接官の人に気に入られたとかそういうのかもしれないんですけど、なんかそういう感じで人を通して恩恵っていうのは、豊かさっていうのはたくさん来るよって感じで言われてます。あと気をつけることとして言うと、今一番しつこいぐらい言うんですけど、自分の価値をちゃんと自分で信じてよっていうことなんですよね。でいや自分の価値なんて分かりませんっていう方も多いかもしれないんですけど、その時の一つの研磨されることとして、他者からの言葉っていうものに惑わされずに、いや私はやっぱりこう思うんです、私にとって大事なのはこれなんですっていうふうに言えるかどうかって感じがするんですよね。で今まではそれを言っても通じなかったっていうのはあるかもしれませんが、2025年の前半に関してはもう死ぬ気で言ってみてとそれはどれだけ自分がそこに価値を置いているということに自分が信じられているかによっても通じる度合いが変わるって感じがします。なのでもし何かをするってなった時に、周りが反対してるからできないとか、なんかそういうふうに思われる場合もあるかもしれないんですけど、実は誰よりも自分で自分のことを疑ってるから他者がそれを代弁して言ってくれてるだけっていうのもあったりするので、他者の言葉に惑わされずに自分が大事に思ってることや自分の望む生き方っていうものをどこまで信じられますかっていう感じです。ただちょっとそこでトリッキーなのが、自分が本当に思ってるこれがいいんだって思ってるそれを貫き通すという難しいですよね。本当の自分の価値っていうものがしっかりあれば、
やり方はどうだっていいんですね。どうだってそうなっていく、どうだって自分の使命につながっていくから。だけど表面的な、いやこういうふうに生きたいんですとか、こういうふうにしたいんですっていう表面的な自分のこだわりに関しては捨ててくださいっていうふうに言われているので、どこまでが自分の表面的な望みだったりとか、エゴイスティックな望みで、どこからが本質的な望みかっていうのを自分で感じるのは難しいかもしれないですよね。ただ他者とのコミュニケーションの中で他者の気持ちや言葉に惑わされずに、信念っていうものは持っていてくださいねと言われています。人間関係基本的に悪くないんですよね。ここでもカップの3が出てるので良かったとか、仲間が救ってくれたとか、分かってくれたっていうのもあります。健康面もそんなに悪くないですね。ペンタクスの9の逆が出ているので、これまで蓄積してきた健康の運があるみたいな感じで、そんなにいきなり体バーンって壊すとかっていうよりも、ちゃんと今までやってきたこと、肉体の健康維持のためにやってきたことがちゃんと効果が出てますねって感じがしますよ。そして何か例えば自分が誰かに、例えば恋愛でいくとですね、自分が何にもしないのに向こうからアプローチされて、もう一回やり直したいって言われたりとか、もう一回なんとかうまくいこうみたいな、そういったあぶく銭のような淡い期待っていうのはあまり持たない方がいいかなと思います。っていうのは、今回っていうのはテーマが自分で切り込んでいくっていうことなので、自分からアプローチしなきゃいけないんですよね。これは仕事もそうです。自分でこんなこと私じゃあできるかどうかわからないんですけどとかって言いながら、他者がそんなことないよ、できるよ、やってよって言われるのを待つよりも、いやできないかもしれないけど精一杯やりますっていう、潔い感じが切り開いていくっていうことなので、そういう意味で自分の喜びに対しても自分が責任を持っていく。他者に言われるのを待つのではなく、自分が責任を持ってこうしたいとか、もっと一緒に楽しみたいとかもそうだし、一緒にいたいとかもそうだし、そういうことを表明していくっていう感じがします。ただそれに対してはちょっと怖いのかなって感じは出てますね。でも表面的なそういうこだわり捨てましょうというふうに言われてるので、それを捨てたら何かしら見えてくるんじゃないでしょうか。もう一枚引いたのもペンタクスのキングなのでね、決して何か根底から崩れ落ちるとか消えてしまうっていうわけじゃないんですよね。これももともとダイヤルカナですし、なんだかねちょっとまとまりなくて申し訳ないんですけど、全体を見て思うのは、とにかく2025年の前半は自分の力を信じて切り込むしかないんだって感じがするんです。これはパートナーシップもそうだし、恋愛も、自分が自分の喜びを経験するためにどんなことでもいいから自分がチャレンジしていくっていうことなんですね。その中で最も強く運があるなって思うのが人間関係と仕事なんです。人を通して仕事、友達を通してとか知り合いを通して仕事を紹介されるとか、何か人を通して自分がこだわっていたことが溶かされていく、もういいかなって思えるとか、そんな感じなんです。そしてこの見えない恩恵として出てきているのがペンタクスのエースなので、ここから始まりなんだよっていうふうに言われてるんですね。それはとてもいいことだと思いますよ。もうすでにね、もう去年から始まってますっていう方も多いですが、でも今年っていうのは社会が変わる雰囲気がすごくする時なので、その中でお医者さんが自分の力を信じて仕事を自分の天職だと思える仕事に携わっていけるっていうのはとてもラッキーなことですよね。そんな感じかな。もし何かしら質問があればコメントでお寄せください。そしてぜひ来年の前半にね、叶えたいことも教えてくださったら嬉しいです。それを願いながらハートマークをつけていきたいと思います。はい、最後にもう一枚引いてみますね。家族のことに関してはバランスが取れてますよ、とても。いい形で奉仕できるというか、そんな無理して何かをするとかではないんですが、家族としての協力関係がある、ちゃんとあるって感じがします。はい、キーカードが出てきたのはどうでしょう。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。はい、タレントガイドですって。どのような才能が
花開くんでしょうか。もしかしたら自分にとってのメンターとか先生っていうものがすごく力を貸してくれるかもしれませんね。ここでも人間関係とってもいいし、導いてくれる、自分の社会を照らしてくれる人とも合いそうですしね。はい、そんな感じです。ぜひ2025年の前半もとっても素敵な時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またすぐに1月のね動画をアップしたいと思います。ということでありがとうございます。失礼します。